皆さんこんにちは、加工鉄です。ということでお久しぶりです。サブチャンネルめちゃめちゃ久しぶりの投稿なんですが、私は現在高山本線の飛騨金山駅から歩いて10分ぐらいのところにある飛騨街道の金山宿というところに来ていてですね、昔からすごく一度は見てみたかった場所に来てみました。というのがこちらなんですね。ここ1988年まで銭湯として営業していたんですけれども、今は中ね、自由に見ていい感じになってるんですよね。筋骨巡りの皆様へ、銭湯の中を見られた方は表の扉を閉めていってください。素晴らしいですよね。ここ1988年に営業終了してるんで36年前にもう閉まっちゃってるんですけども、今も当時の名残を残していて、実際に中見ることができると。お邪魔します。うわー、すごい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 。うわー、すごい。土足のままね入っていいみたいです。土足のままお上がりくださいと。これうわ、すごくない？なんかいろいろ料金、これ番台ですよね。向こうが女湯でこっちが男湯で、うわー、こりゃすごいな。あ、お金が中に入ってるな。募金みたいな感じかな。はい。今日も気をつけてね、交通安全。神棚だったのかな。うわ、もう張り物がね、昭和55年以前に行方不明となったこの女性を知りませんかってモンタージュ写真みたいなやつで、萬田久子さんですかね。お綺麗ですが1988年7月で終わってますね。この辺りね、もともと宿場町で人の出入りが多かったっていうのもあるんですけれども、昭和40年代ですね、近所にある岩屋ダムの建設がありまして、その時もその建設関係の方ですごくにぎわったところらしいんですよね。お願い、本日から営業時間を午後の午が午後の午ですね、10時までになりますとか、日本赤軍の指名手配みたいな、すごいな。うわ、お邪魔します。この荷物のね棚も、うわ、いや来てみたかった。よかった、これで。営業がここ開始したのは何年ぐらいなのかわからないですけれども、多分本当に昭和の初期、戦前くらいからありそうな感じしますよね。標準体重表だって、出生1年3年までの標準体重表があったり、お客様各位、弊社は公衆浴場をご利用いただき誠にありがとうございます。今回下記の通り入浴料金を改正させていただきますのでよろしくお願いします。昭和59年。大人100円ですからね。上のこの扇風機もすごく時代を感じますね。この間九州でキハ40乗ってきたんですけど、その国鉄車両の上にもね、こんなような扇風機ついてます。うわあ、すごい。この鏡も、うわあ、剣眼と正しい眼鏡、清水屋時計あるのかな、まだ。こんな感じですね。昭和63年9月10日最後の入浴。ここね、面白いのが立って入るんですよ、確か。そう、立って入る湯船なんですよね。すごいね。タイルとかも当時のまま。これ貴重なタイルなんじゃないですかね。今は多分作れないタイルなんじゃないかな。ここの上にも永田薬局って書いてありますね。これすごくない？洗うところもこういう感じです。この鏡もね、
ガラスもさ、この細やかな模様が入ってるの今だともう作れなかったりとかしますよね。あとはこのロイヤルブルーというか、こういう色合いのペンキも塗料とかも今はないみたいですからね。今日も気をつけてね。大阪伊勢早くて便利な近鉄高山本線だけど近鉄なんですね。ここにもお花とか富士山とか綺麗なタイルが貼ってありまして、下のこのコンクリもね味わい深いですね。すごいな。ということで肝心の中入ってみましょうか。お邪魔します。この下のタイルもすごいじゃない。すごいね。よいしょ。はい、ここが洗い場みたいな感じだったのかな。ここにもタイルがぎっしり。おお、一つ一つに柄が描いてあったのかな多分ね。そういうわけじゃないのか。ちょっと傷ついちゃってるのかな。で上もブルーで一色統一されていて、ここの電球っぽいところも素晴らしい。湯船の中へタオルを入れないようにしてください。でほら深いでしょ。すごく深いんですよ。ちょっと多分中入って大丈夫だと思うんで失礼するんですけれども、こうやって立って入る感じなんですよね。こんな感じ。ちょっとしゃがむとたっぷり疲れるよみたいな。立って入っても全然足元は温まる感じですね。すごい。ただいま入浴中、写真を撮るときにお使いください。使用後を元に戻してください。ありがたいですね。こっちの扉は何なんだろうね。後ろの方に入れるようになってたんでしょうかね。いやすごい貴重な大衆浴場だ。高山本線の旅は過去にもう何度もしてるんですよ。何度もしてて、でこの飛騨金山駅を調べてる時に一度ちょっとね拝見したいなと思っていたんですけど、長年の夢が叶ってやっと来ることができました。こういう鏡もね素晴らしい。ありがとうございます。駅から歩いて10分ぐらいですかね。楽しかったです。ありがとうございました。こう入り口の方にもゲロ牛乳とか瓶が当時のまま残ってます。このランプも古めかしくて素敵です。中はこういう感じで座れるようになってたんですね。高級日や定休日じゃなくて高級日なんていうのもあります。ちなみに女湯は見ちゃいけないんですね。女湯は覗いちゃいけないようになってる。扇風機のスイッチですかね。豆電球もぶら下がってて、いや1988年って割と最近なんで、こんな味わい深いところがずっと営業してくれたっていうのもすごいいいなと思います。ありがとうございました。中山七里、中村玉緒さんで出てたんだ。へえ。市川雷蔵さんといつのだろう。中山七里もう少し先に行ったところに飛騨街道のねすごく有名な景勝地、ちょっとこれから行こうかなと思ってるんですけど、すごいね。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。ご無沙汰しておりますかこてつです。メインチャンネルかこてつの日常の投稿がもう高山本線見えてきました。はい、鉄橋の下を渡ります。どうしてもね目がいっちゃいますね。アフレコしてても鉄橋が見えてくるとそっちに目が行きがちなんですけれども、メインチャンネルの編集が全然進んでおりません。ごめんなさい。いや進んでいるんですけれども、マジで素材が多すぎて一日一歩一歩地道に進めております。そんなメインチャンネルの編集の休憩にサブチャンネルの編集をするというYouTuber の鏡、 YouTuber 魂ということで、本日は下呂温泉の方に向かっていきます。ここも大きなダムなんですけれども、川のね今飛騨川目の前に見えてるんですが、対岸に線路が引かれているんですよ、高山本線の。だから逆側の光景は鉄道に乗れば見れるんですよね。いつも高山本線で走っている光景、これ国道41号になるんですかね。国道から見るとこういう風に見えてるんだなというのを改めて感じております。このなんかもう閉まっちゃってるのかな、ドライブインとかも高山本線乗ってると見れるんですけれども、車から見る光景とまた違って見えてね面白いです。で11月の24日日曜日に撮影してるんですが、今年はちょっと紅葉が遅いんですけれども、飛騨の方はねぐっと気温下がっておりますので、徐々に色づき始めてですね、ちょうど始まったぐらいかなって感じですかね。綺麗ですよね、ここら辺もすごくね。今日はですね会社員時代の同僚が名古屋に前乗りということなので、じゃあせっかくだから下呂温泉でもドライブで行ってみるっていうことで、仲良かった同僚と下呂温泉まで向かっております。よろしくお願いします。さっき見たのが飛騨街道ですね。かつて江戸時代富山から岐阜を結んでいたのでいいのかな。はい、飛騨街道と言われています。今また高山本線見えてきましたけれども、鉄道が敷かれる前はねそうやって人の力でいろいろなものが運ばれていたわけです。別名ブリ街道とも呼ばれていて、氷見のブリ、寒ブリとか有名ですよね、富山の方はね。なんでそのブリとか海産物とかも飛騨街道を伝って運ばれていたなんていう話も学んだような気がします。すいません、なんか定かじゃなくて。で銭湯があったのはその中の金山宿という宿場町ですね。今は、高山本線の飛騨金山駅っていうところからちょっと10分くらい歩いた場所にあるんですけれども、おそらくね明治期ぐらいに創業してたはずで、戦前戦後を経て昭和63年1988年まで運営されていた銭湯なんですけれども、現在もね所有者の方が中ご覧になってくださいねっていう形であんな風に見せていただけてる非常に貴重なところでしたね。お風呂の底立ち湯っていうんですかね、ちょっと立ったまま入るっていうか結構浴槽深いんですけれども、その下に張り巡らされていたタイルはもう明治の時代に作られたタイルであったり、ガラスとかね鏡とかも多分もう今の技術じゃ作れないようなものも多いんじゃないかなと思います。それが割れずに一枚一枚丁寧にタイルも綺麗な状態で残っているのもありがたいなと、歴史を感じられるなと思います。で現在走っているのが中山七里というところです。さっき銭湯の中にも中村玉緒さんが出ていた映画で中村七里ありましたけれども、これね向かいにまた高山本線見えてきましたが、これね鉄道に乗っていた方がここら辺の風光明媚な景色はよく見えますね。道路だとちょっと対向車線とかちょっとね柵とかで見えないんですけれども、鉄道に乗ってると見下ろすように中山七里の奇岩っていうんですか、ちょっとボコボコした変わった岩肌みたいなのが非常によく見えます。有名なところで来たHC85 系乗られてる方は9割ぐらい海外の方でしたけれども、皆さん一生懸命ね窓の方を見て下の方を見られてたので、やっぱ鉄道に乗った方がここら辺はね綺麗なんでしょうね。ちょうど山肌も紅葉が進み始めてですね、
その景色とマッチして中山七里も綺麗に見えてるんじゃないかなと思います。そうそう、あと有名なところで翡翠橋とかっていうのもあるんですけど、翡翠橋も車乗ってると全然見えないんですよ、残念ながら。だけど鉄道乗ってると見れるので、やっぱ高山本線ってすごい素晴らしいところだななんて思いつつね、走っておりました。これはどこまで来たんだわからないけれども、金山駅から下呂駅まで向かっている最中ですね。左側に中山七里見えてきました。この辺りは蛇行するんですよね。飛騨川がこう蛇行しながら国道の下を走っているので、右に見えていたのが左に、右左みたいな感じで、そしたらまたこうやって高山本線の鉄橋見えてくるっていう感じになってるんですけれども、もう景色を楽しみながらね、鉄オタとしては鉄路が見えるとどうしても目で追っちゃうので、すごくね忙しい道だななんて思いながら走っておりました。はい、これ出発したのが遅くって、名古屋方面を1時過ぎに出て、だいたい下呂温泉まで2時間くらいですかね、車で高速で走ると。でやっとこさ着きました。もう3時過ぎてるんですけれども、ここが下呂駅の前の通りですね。向かいにちょっと水明館が見えました。いつもお世話になってます。到着しました。下呂駅です。少し半端な時間なのでお客さん少なかったですけれども、今日も泊まられてる方たくさんいるんじゃないでしょうか。下呂温泉の街中を走ってですね、もう少し上流の方になるんですかね、飛騨川の方覗きに行ってみようと思います。温泉街、ここね夜通ると綺麗なんですよ。しだれ柳に明かりが灯って風光明媚でございます。でこの河原の下の方、水面館見えましたね。いつもお世話になってます。この河原の下にですね、誰でも入れる温泉というか足湯みたいなところがあるんですよね。もうそこら中から温泉が湧いてて、河原をこうやって掘るとすぐ温泉が湧いてくるっていう場所みたいなんですよ。で私が私の髪の毛を切ってくれている激腰が低い男の子の直樹さん、最近ご結婚されましておめでとうございます。直樹さんがですね、下呂の出身なんですけど、ちょっと川にさ、これ均等に大きい岩がゴロゴロっと置かれてるんですよ。あれってあえてなんですかね、こう治水のために置かれてるんでしょうか。そして向こう側にはまた普通列車が過ぎていきましたけれども、直樹さんが下呂のご出身でですね、高校生の時部活の帰りになんかシャワーがてら温泉入ってくんですって。贅沢ですよね。だからなんか一生懸命その砂利のところに行って、誰でも入っていいからこう温泉に入っていたらですね、なんか誰が入ってもよかったらしいんですよ、当時は。なんかだからもちろん混浴だし、誰が来てもいいで、お金も別に払わなくていいみたいな感じだったんですけれども、高校の時にそこの温泉に使ってたら、なんか結構若い綺麗な女の人がタオルを、バスタオルじゃなくて細長いタオルを前にだけこうかけて入ってきたんですって。みたいな、そんないいんですかっていう経験があったっていう、そんなファンタスティックな下呂温泉のエピソードを話しつつ、直樹さんがですねめちゃめちゃおすすめしていた大安食堂やってまいりました。ここ YouTube でもよく取り上げてる場所でして、庶民じゃない、地元の方、失礼しました、庶民食堂って書いてあったから庶民って言っちゃったんだけど、地元の方、下呂の方は絶対ここに食べに行くって言ってましたね。岐阜の郷土料理でケイチャンっていうのがあるんですけれども、ここはケイチャンが鶏でトンチャンが豚なんですけれども、トンチャンがめちゃめちゃ美味しくて、それにうどんをプラスして食べてください、めっちゃ美味しいんでっていうのを以前聞いていたので、せっかくなんでお邪魔させていただきました。でケイチャンとトンチャンのハーフにうどんをね混ぜていただきました。コップを取って自由にセルフサービスでお水持ってくるんですけども、このコップがまたね、なんていうの、ワンカップ大関みたいな、わかります？なんかお酒入ってたカップみたいなのですごい可愛いなと思いつつ、しっかりとお爆酒をいただいていくという、一緒にトンちゃん楽しみましょう。
めっちゃいい匂いや。お店に入ったの4時半ぐらいなんですけれども、すでに大行列で駐車場の席で待たれてる方たくさんいらっしゃいましたね。でこちら注文したのは2人前のけんちゃんとうちゃんとうどんのトッピングなんですけれども、これで合わせて1000円くらい、1200円しないぐらい、めっちゃ安かったですね。1年前600円ぐらいで定食もついてくるんで最高でした。で名物のとんちゃんはニンニクがめちゃめちゃ効いていて、しかも超柔らかい、めっちゃ柔らかいのにあんまり油っぽくないんですよ。脂身が少なくて赤身が多い豚肉なんですけれども、しっかりと柔らかい、噛み切れないってことがない、最高でしたね。で卓に一味唐辛子が置いてあったんですけれども、これをこうぶっかけていただくっていうのが油とマッチしてですね、パンチが効いて、これまたおばくじゅうが進んじまうぜっていうことで全て平らげました。ありがとうございます。下呂温泉の方までちょっとやってきました。寒い。今気温8度しかない。寒い。めちゃめちゃ綺麗や。これ飛騨川だな、下流れてるのはね。iPhone16 Pro Max の画質が良すぎる。ちなみに白鷺の湯と言われておりましてですね、下呂はその昔白鷺がなんたらかんたらみたいな説明が特急飛騨の中で流れますね。覚えてねえのかっていう詳細は覚えてないんですけど、別名美人の湯って呼ばれてますよね。白鷺伝説みたいなのがね確かあったんで全部忘れましたけどいつもお世話になってる水明館さんですね。綺麗だ。おー、特急飛騨。普通列車特急飛騨だよね。入線だ。いいもん見れました。ここが下呂のメイン通り的なところなんですけど、しだれ穴が綺麗だね。ちょっと紅葉には少し早いかなぐらいですが、まあそれでも十分風情ありますよね。iPhone16 が綺麗すぎるな。ローソン。コロナの時期にね、オペロさんと一緒に下呂に飲みに来て、ここでお酒買ってさ、お店がどこも開いてないから飛騨川の河川敷で一緒に飲んだんですけど、オペロさんが酔っ払ってエアポッツの片耳を落とすっていう事件がありましたね。川に運ばれていきました。飛騨川の雄大な流れに。おー、すごい。あれは誰だ。イダリンゴとかもゲロバクジュ。蓬莱がめちゃめちゃ美味しい。よく毎回買う、ここ来ると。下呂温泉神社とやらに行ってみました。最近神社系 YouTuber だからすごい気になっちゃいますね。下呂温泉の歴史は10世紀の半ば頃、天暦年間の発見に始まると飛騨市は記している。真下川ってもんですよ。これ増田川じゃなくて真下川、過去飛騨川
ここら辺だと飛騨川のことを真下川っていうんですよね。のほとりに湧く温泉は1000年にわたり湯治客に天与の恩恵を与えてきたが、それはまた洪水による湯壺の埋没と戦う苦難の歴史でもあった。これだけ湯量豊富ですからね。めちゃめちゃ洪水災害も多かっただろうな。寒い。めちゃめちゃ冷える。カフェにも足湯があって、至る所で足湯楽しめるんですよね。ちょっとカフェに入ってソフトクリームなんて食べたいねと思って、ソフトって文字だけ見て頼んだのがなんとこちら。映えるけどね、本当に。温玉ソフトって温玉の部分見てなくて、頼んだら上に温泉卵乗ってた。まあ SNS 的には映えるでしょう。味はちょっと分かんないけど、すごいな。いただきます。よっ、すごい。うわ、じゃあいただきます。うんうんうん。ソフトクリームと温泉卵を一緒に食べるとプリンの味になる。プリンの味になる。めっちゃちゃんと書いてあった。温玉ソフト。おお、大黒天。さあ、寒い。全然進まないな、ソフトクリームが。猫っつってめちゃめちゃ空星が綺麗なんですけど、ちょっと帰り上阿蘇駅をふらっと寄っていきたいと思います。目の前に蒸気機関車展示館なんていうのがあるんですよ。中に C12163 って書いてあるな。 C12163 昭和12年製造だって。なんか見れるんじゃない？ちょっと見にくいけど。おお、めちゃめちゃ丁寧に展示されてますね。ちゃんとこんなガラス張りで。ちょっと暗いけどね。空がねめっちゃ綺麗なんだよ。ちょっとムービーだと伝わらないんだけど、写真で撮るとこんな感じっていうのを載せておきます。いや、いい一日でした。ありがとう同期。